はですねトマトニンニクスパゲッティを作って、あとは適当に何か焼きます。そして今日はニューギアが2つ。2つも。はい。1個はテント。あ、テント。1個は焚き火台。なかなか細道やな。勾配もすごい。さあ今回のおじキャン、千葉県の某キャンプ場に来ております。準備していきましょう。でですね、このテーブル割とねどこのテーブルですかって問い合わせ多いので紹介しておきますと、オンユーライフっていうところのテーブルです。さあまずニューギア1つ目、これ今回火焚きっていう焚き火台ですね。これがですねこの焼き料理を美味しく作るために作られた焚き火台ということで、オプションなんかもすごく多くて頑丈でいい焚き火台です。はいはいはい。ここにこうや。はい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 。こういうことですよ。こういうことですよ。こう角度を変えれると。すごいな。まあでも肉もいけるしな。確かに。すごいシステムが出来上がったなこれ。これ。小室哲哉の仕事場みたいな感じやな。そしてニューギア2つ目、これ東京クラフトさんのテントですね。このテントがですね割と変わった形してまして、このポールのこれねペグもなかなかちょっといいペグがついてるんですけど、ポールをねこの中にメインのポールを立てずにこのちょっと離れた前方に立ててこう引っ張ることによって中を広く使えるっていう、そういうテントですね。いろんな形にも張り替えることもできて、これもなかなか面白いテントですね。通気性もあります。じゃあバターのこの辺をフロアシートがついてないんで、今回寝るために MSR のテントを入れてカンガルースタイルにしました。とりあえず飲みますか。はい、飲みましょう。早速ハイボールいただきます。これ今回のこのウイスキーなんかスーパーで買ったちょっとこじゃれたねいわゆるこういうボトルに入ってるやつでした。雰囲気やったんで、乾杯。うまい。うまい。3枚焼くわ。はい。横に刺すか。横向けにこう刺さな始まらへんな。これで。やばい下がっていく。これあれやな。ちょっともう一本串出して。のこと思ったら肉ってとりあえず豪快に焼いたらええだけやから楽やな。うわよし、行ってみよう。はい。串から外れましたが。はい。食べて。はい。で、ちょっとお醤油。はい、ありがとうございます。
わこれ。うまっ、これ何もつけんでもうまいな。うまい。うまい。ハイボールや。酒。このサンマは今ちょっと季節じゃないかもしれないですけど、この季節は必ずこれを食べるっていうのあります？食材そのまあ京都は夏ハモっていうのはあるけどな。ああ確かに。でもかといってそんハモね、なに食うチャンスとかないしな。なんかあるかな。春キャベツとか。あ、でも春キャベツは食う。新じゃがやとか。新じゃがはそんな興味ないけど春キャベツは食うな。春キャベツ食うわ。だいたいパスタにして食う。でもそんなもんなんですね。よく料理するじゃないですか。あんまそんな季節感考えないですね。あんまり。そんな風な言い方されたらなんか季節感のない人間みたいな。季節は感じてるで割と。だから料理やな、やっぱその食材、この食材とかっていうか料理やな、やっぱな。その季節っぽい料理。夏はまあそういう冷麺だの、その冷やし中華的なとか。春やったらなんかタケノコ使うとか。タケノコ使うわ。いろんなものが料理されて、こうしたらある程度美味しいよとか、これは食べれるよとか、ちゃんと分かってからの時代に生まれてよかったなって思います。確かにバター得体の知れもん食えへんわけやもんな。卵なんか多分絶対食えなかったと思いますもん。あれ透明のツルツルしたで黄色、中黄色あんな食えます？知らんかったら。いや卵はあれちゃう。だって割と早い段階で人類食ってるやろ、卵というものは。なんか本能的に栄養たっぷりやって知ってるんじゃないやっぱ。そうか。いやそれはいくら原始時代のバターでもさ食ってたかな。死にそうなったら食うやろ多分。うわー、生まれて初めて生卵見るんですよ。でしかも鳥がボロって殻の中からボロって出てきた、表面カチカチで割ってみたら、透明のズルズルのものと、ブニブニした黄色いもの、食えます？まあ、そう言うたら確かにな。ビジュアルが肉じゃないもんな、卵はやっぱ。生肉、血の滴った生肉食うってなんかわかるけど、黄色と半透半分や。ほんまや。黄色と半透明のドロッと、なんかお前ジーパンにおしっこされてるやん。めっちゃおしっこする瞬間見たな。今さ、パスタだなんだ焼肉だ、中華だっていっぱいある状態で生卵初めていったらって思ってるけど、その当時多分葉っぱかまあなんか小動物の肉みたいなのとかコウモリのとかしかない状態で、なんかミルキーな感じというか、
ドローン食ったらうまーってなったかもしれない。だってほんまにフグなんてね、どこに毒があるかなんて多分1人2人で分かんないですもんね。あいつ大丈夫やけど、大丈夫やったけどあいつ死んだみたいなのあるやろしな、いろんなとこであいつは OK やったけど、あいつは死んだが繰り広げられたんやな、どこの段階でさ、その今はさ測ってというか毒をここに毒があるんやって見つけるわけやん、でもそれより前にどこに毒があるかって分かったわけやん、ってことはその統計で、あいつ前の方食うたよなあいつ死んだな、で後ろの方食うたやつ死なへんかったなとかでだんだん特定されていったんかな。どうするか、診察不足らしいですよ。そんな結婚式だろうなんだろう。ああ、へえ、ピン札。はい。気にしてます？結婚式とかそういう時とか。うわー、いやまあ気にできればやけど、もうなかったらわざわざなんかで両替して用意しようとまではせえへんかな。俺銀行行ったりしないですか？せえへんな。偉いな。してんの？一応してます。でも数が行く数とか渡す数が違うからかもしれないですけど、僕その年に1回あるかないかぐらいですね。まあでも俺もそんなしょっちゅうはないけど、どうでもええしきたりやん、そのなんかもらう方もね、別にもらう方が何か害があるんやったら、まあちゃんとしようと思うけど、別に何かあるとしたら、ああ徳井さんこういうの気にせえへん人なんやちゃんとしてへん人やなって思われる可能性があるっていうだけの話で、別にまああったら診察選ぶぐらいやな、大して意味のないしきたりとかあんますごい努力して守ろうとは思わへんな。これいいで、いい。ああ、ジュクジュク入れてはるわ。うわ、ジュクジュク入れてる。さあ出ました、提灯ランタン。あれですよ。ついにもうそろそろ発売。もうそろそろ7月中には多分販売できると思うすごい伸びていってますね。いやもうすごい大変やって、この中の LED のパーツもわざわざこれ専用に設計したやつを発注してるし、このカンカンもオリジナルのカンカンで作ったし、もう提灯自体も京都の名店の提灯屋さんで作ってもらってしっかりやってもらったから、数がそんなに作られへんから、徐々にしか作られへんかったし、徐々に作って貯めていってたんですか？そうで、しかもこのコンパクトに収納できるように今さ、こうなってるわけよ、この中にこのバネが仕込んであるんだけど、このバネだけじゃないわけ。バネといろんな金具が入ってて、これがあんまり勢いよくバーンってなりすぎても提灯傷むし、とかといって弱すぎてもあかんし、でここにマグネット仕込んでちゃんとひっつかなあかんし、このマグネットの強さもちょうどいい具合にせなあかんから、めちゃくちゃ苦労の末にできたやつです。しかもこうあるやん、これ調整できんねんけど、マックスまでいくと一旦消えて、揺らぎ機能が、すごい。この揺らぎ方も、これ専用にどういう風に揺らぐかっていうのを作って。そんなことできるんですか？もうだからプログラムを、プログラミング？そうやで、プログラムを一から作ってんこれ。へえ。揺らぎ方をで、プログラムも何パターンも作って、なんか一番この炎の揺らぎに近いパターンを選んでみたいな。でこの揺らぎもランダムやねん。ふわふわふわってじゃなくてランダムに揺らぐっていう。へー。マジこの提灯がほんまにちゃんとしたとこやから、浅草の雷門を作ってる提灯屋さんやから、ちょっと変わったものを持ってきてんけど。飲み物ですか？スモークするやつで、ウイスキーとか入れるやんか、ハイボールとか、でここ置くやんか、でここにチップ入れんねんや。でそれ燃やしたら下に煙が出て、
スモークの香りつくね、入れまして、ちょっとまあなんかウイスキーを飲む楽しみになるというね、香るね。へえ。ホタテの本体って食ったことあります？ホタテの本体、ホタテの貝柱ってうん、よくあるじゃないですか、本体って内臓のとこやろ。はい、あるある。多分食ったことないんですよね。絶対あるよ。絶対あります？オレンジ色とかのとこやで。あ、絶対食べたことないです。じゃあ出てきたことあっても多分食べてないですわ。ホタテの貝柱の周りの貝紐とかオレンジ色の肝のとことか、貝柱の丸以外食ったことないの？僕多分それを食べてないですね。マジ？食べてないですね。多分見たことあります。でも多分そのオレンジのところは分かりますけど、多分食べたことないです。多分食べてないです。食うのやめたってこと？食うのをやめたっていうか、これええわって言ってると思います。貝柱は食いますよ、お寿司とかで。多分出てきてもいるとかって言われてもいらんわで、自分で頼むことは頼んだことは多分ないです。ホタテ丸ごとと多分いや、ホタテさ、今みたいに焼いて殻付き出てくるやん。焼いてパカッて開いたやつを多分食ったことないんじゃないですかね。それ以外で何があるの？そのホタテのフライとか。貝柱ですよ。貝柱のみで出てくることある？お店で。お寿司とかお寿司ね。お刺身とかそういうことでしか多分食うてないと思います。下から吹き出してきた。食うた覚えがない。ほんま食うた覚えないです。見たことはあります。わかります。オレンジのやつ、多分あれを口に入れたことがないですね。へえ。避けて食わへんかったのかもしれへん。ホタテの貝ごと焼いたやつ食ったことない？食ったことないと思いますね。いや、ほんまに食ったことないです。このトマトオンリーパスタですか？トマト、ニンニク、アンチョビ。トマト、ニンニク、アンチョビパスタ。アンチョビパスタってことですか？味が。トマト、ニンニク、アンチョビ。アンチョビだけがメインにはならんな。しょっぱいパスタってことですよね。しょっぱいパスタってことですよね。しょっぱい？しょっぱいではないな。アンチョビってしょっぱい？アンチョビはしょっぱいよ、でも別にアンチョビの味だけ立たせるわけじゃないから。まずく？美味しいですかこれ？美味しい。うん。そう。このパック便利なのよ。ちっちゃいから。食欲をそそる匂い。俺無印のやつ買ったんや。無印のこのマッシュ器具を潰すやつ。もうこれトマトの缶詰ってことじゃなくて、もうピュアトマトやからな。でも割と煮込むと甘みが出てくる品種。最近なんかね、野菜の種類、スーパーに売ってる野菜の種類がね増えすぎてません？1個につきの。だって今日もトマトもめっちゃ 3,4 種類ぐらいあったでしょ、でこの前大関行った時にレタス探してたんですよ、でレタスのとこ行ったらレタス、サニーレタス、サラダナ、なんかみたいなね、水レタスっていうなんか聞いたことないのがあって、どれが何に適してんのかが
分からなくないですか。成城石井とかなんかちょっとそのこじゃれたそのお店だと分かるんですけど、最近も大関とかサミットとかでもそんな状態なんですよ。はい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 。種類はないろいろあるわな。アンチョビって何歳の時に初めて食べました？いつなんやろう、アンチョビ。僕は確実に30超えてからですね。あ、それはないわ俺。20代は。20代で食うてました、アンチョビ。なんかもう一回全部日本に戻らへんかな。なんかそういうのはない。あ、西洋から入ったものを一旦リセットして。そっから徐々にまたちょっとずつ増やしていかんと。めちゃくちゃええ香りしてるね。今生まれた子供たちって大変や思いません？一気に覚える量が。あまりにも世の中に一つのものにつきの種類が増えすぎて、まあ覚えられへんかったら覚えへんかったらね覚えんでいいんちゃう。いやでも選択しないといけないじゃないですか。今みかんとか何十種類あんねんっていうぐらい。だから多分な、バターは選択するのが苦痛の人やん。いっぱいありすぎたら何選んでいいか分からへんっていう人やんか。俺は選択肢多かったら選ぶ楽しみがあるよねっていう考えの人やから、あんまりその多すぎるっていうの、じゃあ選択肢いっぱいあったらじゃあ調べようってなって調べる楽しみもあるしっていうメンタルの人やからやと思う。多分それは人それぞれやと思う。一個ずつ置いててくれたらいいんですけど、試食をすぐもう食べなあかんでしょ、購入して。でもそこはこの推測とかさ、そのまあなんていうの、説明もあるやん。このトマトはこうでこうでとかっていう説明を見ながら、その説明プラス自分の推測も織り交ぜて、ある程度自分の中での正解を導き出すみたいなさ。そんなあんまないな。フルーツとかでも当たり前のように糖度3とか、それ糖度3って言われても、3っていうとこだけにフォーカスしたら分からへんけど、じゃあ全体はなんぼなんだろう。あ、全体は10なんだ。でこの中でフルーツトマトの王様みたいな言われてる、あ、これ絶対甘いんやな、それが9か、ってことは3っていうのはこのぐらいか、とか推測。そんなことします？みかん食いに行ってみかん10個あったらもうちょっとやめてやって。やめてや。そうなんやな。やめてや。まあでもそういう人もまあおるよね。だからなんか提案するサービスが入るっていうのは多分そういうことで、もう考えたくないからこれ美味しいですよっていうのを言ってください。それ食いますみたいな。これ絶対うまいわ。絶対うまいから絶対食えるから、ちょっと多めに作ろう。あれですか、パスタも細麺派ですか？割と太いより細い方が好きやな。じゃあもちもち麺じゃないんですね、パスタは。ナポリタンとかでももちもちの太いのとかよりも割と適正な太さみたいな方が。パスタとかで選びます？選ぶよ。今ね、まあまあでね、3分茹でパスタ、7分茹でパスタ。お前ママーのことまんまって言ってんの？まあいやママーやろあれ。いや点ついてるじゃないですか。まあでしょ。ママーじゃない。あれママーやん。点ついてるじゃないですか、真ん中に。どういうこと？まあじゃない、ママーじゃないでしょ。マーですよ。いやママーやろあれは。いや点ついてる、点をカウントしないってことですか？ちょっと見して、そのママーの画像。いや普通あれはみんなママーって言ってるよ。ほら。でもその点普通よ、ママーやで。ママーのスパゲティやで。ほんまですか？あれお前まあって言ってんの。ちゃんと点を読んでまあって言ってんのお前。まあって書いてるから。いやママーやん。ママじゃないじゃない。いやママじゃない。じゃあママーのパスタで YouTube 検索してその人がなんて言ってるか。ママーやんあれ。いやママやったら。それだってテレビでもママーのスパゲティで言ってるもん。嘘でしょ。いやほんまやん。いや他に何か例えないかな。いやそこを読んでるんだっていうのは分かるけど、
そこ普通えそんなとこ気にして読まへんよ。まんまの会話まんまってもう人の入ってるやん。まんまはもうままあやん。まんま100歩言うと言うなら、はいまんまあこれ面白いママやんそれ。いやママやってなまなんだまってまあいや100歩言うと間開けるとしてもやん。っていうほらママやろ。初めて知りました僕。うせやお前まんまって言ってたん。まんまって言ってました。まんまやばいや確かにでしかも本来の意味で言うとそれにコンマが点が入ってるってことは、なんかと最初のと後ろのはなんか意味が違うイタリア語なんかもしれんけど、とはいえ読むのはもう日本人はママって言ってるよ。ママのスパゲティ。僕今までずっとまんまって言ってましたけど誰にも注意されたことないですよ。いやだからそのママをまんまって言ってはんねんなって思われてたよ多分お前心の中でだけ、これでそんなに多くない。ほんまや。これうまいで、これでチーズをガッサいきますから、ガッサいってバジルをうまっ各自の持ち味出てるね。これめちゃくちゃうまいな。めちゃくちゃうまいです。でざるで水気を切らなかったことにより、この茹で汁が乳化して、ちょっとこう若干のこのとろみ、麺の茹で加減もめちゃくちゃいいな。ね、アンチョビとかの味が凝縮されて、うまっ。ちょうどええな。はい。酒の量もなんか食い物の量もちょうどええな。She say later for my will and not to my desire. Fill my head with tales, turn my body to fire. When the moon shows up, she pretend we never talk. We stay awake in bed. Somehow it's always my fault. I keep myself quiet.